皆さんこんばんは、さちです。今回はセリアで購入したハートのホログラムを使ってハートがいっぱいのバレンタインネイルをやっていきます。奥行き感があってジェルみたいに見えるデザインです。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではやっていきます。スタート。ベースコートはロム&のハードナー01番を使いました。まずはキャンメイクの N25 番を使います。N25 番を親指の根元半分くらいに塗っていきます。根元の際の部分に液を置いてライン取りをしてから爪先に向かってラメを散らすように塗ると境目が自然になじむし、根元のラインも綺麗に仕上がります。人差し指と薬指も同じように根元半分に塗っていきます。根元のライン取りは際よりも少し手前に液を置いて根元に向かってハケをグッと押すようにすると根元が開きすぎず綺麗に塗れます。この塗り方は今回のラメに限らず他のカラーでも同じです。根元はできるだけ攻めて塗ると仕上がりが綺麗です。でもこういうラメカラーはそこまできっちり塗らなくても根元の粗が目立ちにくくていいですよね。中指と小指は爪先半分に塗っていきます。根元に塗る時と同じで境目がくっきりしないように中間あたりのラメの密度は低めにしてラメを散らしながら塗ってください。ハケを縦にして使うとラメの密度を調整しやすいです。今回右手は色を変えるので右手にはチフレ006番を使います。006番を根元半分に塗っていきます。使用カラーが変わるだけで塗り方は同じなので右手は親指1本だけ塗っていきますね。こちらのラメは細筆のタイプなので根元やサイドの細かい部分が塗りやすいです。ハケに合わせて指も傾けてあげると塗りやすいですよ。今回左手は赤を使っていくのですが10本赤だとちょっと派手すぎるかなと思ったので右手はブラウンにしてアシンメトリーネイルにしていきます。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。セリアで購入したハートのホログラムを使います。使うのは赤とゴールド。ジャンコードは2色とも同じです。セリアのには極小サイズが入ってなかったのでこちらの極小ハートホロも使います。セリアにも同じくらいのサイズのものがあったのですが赤とゴールドは持ってるので持ってなかったシルバーだけ買いました。セリアのこのサイズのはシルバーの他に赤と黒があったのですがゴールドはありませんでした。売り切れてただけかそもそもないのかが不明です。まずは赤いホログラムを左手に使います。入ってるサイズは大きめのと中くらいの2種類です。ホログラムをつける部分に糊代わりのベースコートを塗ります。爪楊枝の先端にベースコートをつけてラメ部分にホログラムをつけていきます。一番大きいサイズのものは端の方につけてしまうと浮きやすいので真ん中寄りにつけてください。大きいホロをつけたらバランスを見ながら中くらいのと極小サイズのホログラムをつけます。こんな感じ。他の指も同じようにラメ部分にホログラムをつけていきます。親指以外には一番大きいホロはつけない方が良さそうです。爪が小さくホログラムの端が浮きやすいので親指以外には中くらいのと極小の2種類だけつけていきます。ホログラムは2枚重なってることがあります。気をつけてたけど重なってました。重なっていないか確認してからつけるようにしてください。このハートホログラムのネイルは去年すごく人気でしたよね。やりたいなぁと思ってたけど去年はできなかったから今年はやろうと思ってホログラムを買ってきました。思ってたより薄くて意外と使いやすいですよ。右手にはゴールドのホログラムをつけていきます。ホ
ホログラムをびっしりつけたくなるけど、ポリッシュの場合は厚みが出ると埋め込むのが難しいので、たくさんつけすぎないようにしてくださいね。乾燥時間は取らずに次に進みます。ディア A の SE35 番を使います。SE35 番を全体に重ねていきます。チュルンとした透け感が可愛い鮮やかレッド。このサイドで透け感発色のものって他にはあまりないですよね。飴玉みたいな色味で本当に可愛いカラーです。他の指も全体に重ねていきます。ディア A は前回の目代わりで初めてコラボセットを発売させていただいたのですが、たくさんの方にご購入いただけて本当に嬉しかったです。チュルチュルな仕上がりでお気に入りになりましたとか、可愛い色ばかりで3セットも買ってしまいましたなど嬉しいメッセージやコメントをたくさんいただきました。本当にありがとうございます。またコラボできたら嬉しいな。右手にはドゥカートネイルマインの14番を塗ります。こういう透け感発色のブラウンってあまりないから、ブラウンでアレンジを楽しみたいときはこれを使うことが多いです。ここまで塗れたら5分くらい乾かします。カラーが乾いたら今度はラメを塗った部分だけに重ねます。境目がくっきりと目立たないように中間あたりは薄くなるように塗ってください。根元に液を置いたらそこから爪先に向かって広げるように塗ると綺麗になじみます。他の指も同じようにラメ部分に重ねていきます。もしカラーの境目部分が濃くなってしまった場合は、カラーが乾く前にベースコートで軽くぼかせば大丈夫です。ベースにラメとホログラムを仕込んでいるので、厚塗りさえしなければぼかさなくても自然になじみます。ホログラムの上にカラーを2度塗りすることで奥行き感が一気に増しますよね。右手は14番を根元半分くらいに重ねます。こちらのカラーも同じように塗ることでぼかさなくても境目が自然になじみます。ここまで塗れたら3分くらい乾かします。もう一度ホログラムを使います。糊代わりにベースコートを塗って隙間を埋めたい部分にホログラムをつけていきます。こんな感じ。他の指も追加でホログラムをつけていきます。2回目は中くらいのと極小のを 2,3 個くらいにしておくとトップコートで綺麗に埋め込めます。2回に分けてつけることでさらに奥行き感が出ます。使用している極小ホログラムはいただいたものなのでどこのものかがわからないのですが、赤ならセリアにもありますし、楽天のネイルダウンでも同じような極小ホロが買えます。概要欄にリンクを載せておきますね。右手にはゴールドのホログラムをつけます。ここでは乾燥時間は取らなくて大丈夫です。仕上げにトップコートを塗ります。縮み防止のためにキャンメイクを塗ってから今回はぷっくり仕上がるセシェビートを重ねます。セシェはジェルのように厚みが出るのでホログラムをしっかり埋め込めます。セシェビートはジェルのようなツヤ感が綺麗だし、かなり速乾で5分くらいでカチッとガラスのように仕上がるのですが、カラーの上に直接塗ると縮みやすいです。縮みのないトップコートを挟んでおくことでセシェの縮みを防止することができます。厚みのある仕上がりでパーツの埋め込みにもおすすめです。キャンメイクを塗って30分後くらいか次の日にセシェを重ねてください。トップコートが塗れたら30分くらいしっかり乾かします。チュルチュルハートネイルの完成です。ほんのりグラデーションが可愛いし、ホログラムがキラキラと輝いてすごく綺麗です。このチュルンとした透け感もいいですよね。使用したものをまとめます。
両手揃うとこんな感じです。左右で色が違うのも可愛くないですか？ジェルみたいな奥行き感で奥でも表面でもハートがキラキラしてすごく可愛いです。セシェのおかげでホログラムもしっかり埋め込めました。匂いはきつめですが仕上がりは本当に綺麗でおすすめです。バレンタインネイルの参考にしてもらえると嬉しいです。次回はふんわり可愛いカフェラテ風ネイルをご紹介します。楽しみにお待ちくださいね。またねー。